ワイルド・ナミビア、壊れやすい生命のシンフォニー。暗黒大陸の遥か南西、どこまでも続く砂漠に乾いた風が吹き渡る、時間から忘れ去られたかのような土地が存在します。ナミビアは、日中の焼けつくような暑さも人生の静けさを覆い隠すことができない、厳しくも優しい土地です。ここに危険がないわけではない。しかし、ここでの生活は叫んだり戦ったりしません。それは静かでした。砂の上の柔らかい足音のようでした。そして、最も温厚な生き物である草食動物は、この野生の地で最も強靭な魂を持っています。地平線上には、平原の真ん中に塔のように静かに伸びた首がありました。サバンナで最も高貴な動物であるキリンは、吠えることもスピードも必要とせず、世界を見下ろすのに必要なのは高さと落ち着きだけです。ナミビアのキリンは、乾燥した低木地帯をゆっくりと闊歩しており、その頑丈なシルエットは燃えるような空に描かれた線のようです。体高は 5.5 メートルに達し、動かずに平原全体を観察することができます。一歩一歩が、まるで周囲の空気を乱したくないかのように穏やかでした。濃い茶色と薄い黄色のまだら模様の毛皮は、光と影の間の自然なカモフラージュであるだけでなく、ユニークな遺伝子マップでもあり、2匹として同じものは存在しません。それぞれが草原の指紋なのです。キリンは沈黙の達人です。彼らは音も立てず、激しい表情も見せないが、草食動物の群れの番人として行動する。耳がわずかに動き、頭が上げられ、目が遠くを見つめると、草原全体が静かになりました。それは何かが来るという非言語的な合図です。彼らの食性は特殊で、多くの種が避けるアカシアの葉が大好物である。50センチもある舌は柔軟でザラザラしており、トゲの間をすり抜けて若い葉を一枚一枚引き倒すことができる。長い首は何百万年にも及ぶ進化の結果であり、背が高くなるためだけでなく、生態系の中で食物源が階層化されるにつれて生き残るためにも進化しました。水を飲むことは一見簡単そうに見えますが、最も危険な瞬間です。地面にかがむには、鹿は前足を広げ、血圧のかかった皮膚を通して頭を下げなければなりません。これは最も無力な位置であり、捕食者が待ち伏せするのに最適な時間です。
雨季になると木々は花を咲かせ、繁茂します。それはまた、オスがメスをめぐる戦いを始める時期でもあります。引っかいたり追いかけたりはせず、ただ首をぶつけ合うだけです。より大きく、より重く、より強い首は、繁殖権を得る上で有利となることが多い。草食動物の中で最も長い期間の一つである15ヶ月以上の妊娠期間を経て、母がは子鹿を約2メートルの高さから地面に落下させて出産します。人生における最初の転落は、人生の最初の試練でもあります。背が高くてじっとしているキリンは、決して急いでいるようには見えません。しかし、その不屈の精神こそが、草原の活気ある音楽の中の静かな音符のように、何百万年にもわたる変化を乗り越えて彼らを支えてきたのだ。身を隠すための木や崖もない不毛の地で、彼らが生き延びる唯一の手段は、彼ら自身と群れだけです。サバンナの縞模様を描くシマウマは、混沌とした世界における秩序の生きた象徴です。アフリカで最もよく知られている動物の一つであるサバンナシマウマは、動く抽象画のように白と黒の縞模様をしています。それぞれの個体は全のユニークな設計図であり、2頭のシマウマが同じ縞模様を持つことはありません。これらの縞模様は個体を区別するだけでなく、群れを捕食動物からカモフラージュするのにも役立ちます。群れで移動すると、縞模様が絡み合って視覚的な錯覚を引き起こし、ライオンやハイエナが標的を見つける能力を混乱させます。彼らはカモシカほど速くなく、キリンほど背が高くなく、ゾウほど強くありません。しかし、彼らには多くの種が持っていないもの、つまり規律と団結力がある。シマウマの群れは一体となって、頭を動かすこと、足を踏み鳴らすことで警告や指示の意味を伝えます。繁殖は一年中行われますが、通常は雨季の初めに集中します。この時期は食べ物が豊富で、子鹿が生き残る可能性が高くなります。子馬は数分以内に立った状態で生まれ、数時間以内に群れと一緒に走ることができるようになります。なぜなら、この草原では、弱者は生き残る方法を学ぶ時間があまりないからです。オスは小さな群れの中でメスや子供のグループを守ることが多い。
彼らは敵に反撃するために激しいキックを繰り出す準備ができています。しかし、一頭が捕まったとしても、群れはすぐには逃げません。彼らは旅を続ける前に、静かに別れを告げるように頭を振り返った。逃げることしか知らない動物たちの絆を示す、短いながらも胸が張り裂けるような瞬間。しかし、すべての危険が外部から来るわけではありません。新しいオスが優位に立つと、血のつながりのない子孫を排除するという、静かで残酷な本能が伴います。まだ露に濡れている草の上に、生まれたばかりの赤ちゃんが、まだ震えながら産声を上げていました。母親は近くに立って、柔らかい毛を舐めて乾かし、全身で覆っていました。群れの端から、オスが近づいてきました。迷うことはありません。この赤ちゃんが自分の子ではないことは分かっています。それは若者を攻撃します。母親はじっと立っていられず、激しく反撃した。しかし、支配者の権力の前では、母性の愛は悲劇を遅らせることはできるが、それを止めることはできない。彼らは最強でも最速でもありません。しかし、静かな愛着心と集団防衛本能を持つシマウマは、厳しい世界において生き残るには強さだけでなく団結の技術も必要であるという自然の真実を証明しています。もし草原が石と風の女子師であるならば、象は記憶の番人です。他の種は、彼らのように古い道、古い水場、古い餌場を覚えていません。象は、最大の生き物であるだけでなく、アフリカの生きた記憶でもあります。アフリカゾウは世界最大の陸上動物ですが、ナミビアでは異なる姿をしています。砂漠のゾウは、より長くて細い足と、より軽い体、そして熱い砂の上を歩くのに特別に適応した蹄を持っています。彼らは過酷な環境における生命の回復力のある適応力を示す生きた例です。ゾウたちは群れをなして移動し、最年長のメス、つまり女家長と呼ばれる経験豊富な個体に率いられます。地図も標識もなかったが、彼女は干上がった小川、水浸しになった土地、雨の後に生えた木をすべてはっきりと覚えていた。干ばつがピークに達すると、彼女は牛の群れを何十キロも標識のない道を歩かせ、かつて水場があった正確な場所を探します。そこには何年も水場がなかったという場所もあるのです。
彼らの花は多目的なツールです。感知したり、触ったり、掘ったり、引っ張ったり、水を飲んだり、さらには落ち着かせたりもします。象の牙は土を掘ったり、岩をひっくり返したり、木を破壊したりするのに使われ、他の多くの種がアクセスできない地下水源を開拓します。彼らは目に見えない形でエコロジカルエンジニアとなり、不毛の地に生命の流れを再生させている。水が現れても彼らはそれを独占しません。他の種、アンテロープ、シマウマ、さらには天敵も全てこの機会を共有します。なぜなら象たちは生命があるところには希望があることを知っているからです。象の繁殖過程は長くゆっくりとした旅です。妊娠期間は最長22ヶ月で、哺乳類世界で最も長い期間です。赤ちゃんは生まれた時の体重が 100kg にもなりますが、母親の隣に立つとまだ小さいです。母象は群れ全体と共に赤ちゃん象を貴重な財産として守ります。なぜなら、生まれたばかりの象は乾燥した危険な砂漠の中で一筋の光だからです。象たちは急いでいません。しかし、彼らが踏み出す一歩ごとに景色は変化します。彼の目の静寂の中には、歴史、本能、そして何か、理解のようなものがありました。サバンナの巨獣、象、キリン、シマウマの中に、小さくて、一見弱踊りじしい生き物がいます。しかし、その電光石火の速さの足と常に注意深い目は、この動物を陸の目覚まし時計にしています。トムソンガゼルは、風の小さな矢です。トムソンガゼルはミビアの草原に生息する最も小さい草食動物の一種で、細身で筋肉質な体と、滑空する風のような緩やかなカーブを描く鋭い角を持っています。滑らかな砂色の毛皮、白い腹、そして脇腹を横切る黒い縞模様は、紛れもない特徴です。彼らは小さな群れで動き回って生活しており、じっと立っていることはめったにありません。トムソンガゼルは、その無防備な外見にもかかわらず、生存術の達人です。強さではなく、スピードと反射神経で勝負します。捕食者を感知すると、仲間への警告と敵への挑戦として、4本の足をすべて揃えて垂直にジャンプする、ストッティングダンスで高くジャンプします。この過剰な警戒心こそが、彼らを草原全体の早期警戒システムにしているのです。ガゼルが地面から飛び出すと、シマウマ、キリン、さらには象の群れも立ち止まって耳を傾けます。
小さな信号一つで砂嵐の奇襲から群れ全体を救うことができます。彼らは大型種がしばしば無視する短い草などの植物を食べます。これにより彼らは食物をめぐって直接競争するのではなく、巨人の足元にある独立した生態系の層として調和して生きることができます。繁殖期はあっという間にやってきます。メスのアンテロープは出産するために茂みの中に退くことが多い。子は生まれた後、母親と一緒に走ることはなく、最初の数週間は茂みの中に隠れています。母親は捕食者を引き寄せないように、1日に1回だけ授乳に戻り、その後また立ち去ります。分離して保護します。別れて、また会うチャンスのために。彼らは強くも大きくもありません。しかし、敏捷性と生きる強い意志のおかげで、トムソンガゼルは、風に吹かれて絶えず飛ぶ小さな矢のように、乾季や狩りの旅に生き延びることができたのです。太陽が西の不毛の山々の向こうに沈むと、草原全体が息を飲んだかのようだった。夕焼けの美しさのためではなく、一日の中で最も危険な時間だからです。干ばつの真っ只中、小さな水たまりが一つだけ残っていました。そしてそこへみんなが向かわなければなりませんでした。窪地には数十メートルの泥水が溜まっている。土の匂い、腐った草の匂い、広大な乾いた土地の真ん中に集まった生命の匂い。そして、それぞれの種族が、事前の約束もなく現れた。象は先頭に立ち、一歩一歩が重く、しかし着実に進んでいった。メスの象が群れを率いており、その耳は穂のようにパタパタと動き、老いた目は周囲をキョロキョロと見回していた。シマウマは土の渇きに耐えかねて後を追った。トムソンガゼルは端に現れ、頭を上下させながら水を飲んでいた。遠くから見ると、キリンは彫像のようにじっと立っていて、そびえ立つ目で空間をスキャンしていました。その瞬間、決して寄り添うことのなかった優しい人々が、空と水面と危険を静かに分かち合った。風向きが変わった。数頭のシマウマが頭を上げた。耳をピクピク動かすカモシカ。年老いた象は目を大きく見開いて立ち止まった。しかし、遅すぎました。一人の人物が干し草の中を通り抜け、次に二人がさらに通り抜け、そして群れ全体が通り抜けました。ライオンたち。彼らは一日中待った。
草原に水を飲む場所が1箇所だけになるまで待ちます。そしてチャンスが来ると、彼らは小集団に分かれて突撃を始めました。象たちは吠えた。シマウマは向きを変えて逃げ去り、赤い塵が空を満たしました。トムソンガゼルはジグザグに飛び去ったが、一頭の子ガゼルは母親に追いつくことができなかった。すると一瞬のうちに金色の影が舞い降りてきて襲いかかった。若いカモシカはツライオンに捕まりました。ライオンは獲物を群れの真ん中まで運び、すぐに他の影が前方に突進してきました。彼らは奪い取る、噛む、引っ張る、引き裂く。一群のライオンが年老いて弱ったキリンの後を黙ってついていった。彼らは一歩一歩を監視します。時が来たら、一匹が飛び上がってキリンをつかみました。キリンはバランスを崩して激しく倒れた。ゆっくりとしたし、少し離れたところで小姓が母親の後ろを歩いていました。しかし突然、茂みの中から別のライオンの群れが現れました。彼らは包囲した。小姓の体は地面に静かに横たわり、そのぬくもりは風に放たれていた。別の空き地では若いシマウマが包囲から逃れられず、同じ運命をたどった。飛び散る砂と爪に引きずられて倒された。ライオンの群れはつことなく突進してきました。血に染まった毛皮は残酷な噛みつきで折りたたまれたからだ。わずか数分のうちに、一日中静かだった草原は突如として本能と運命の混沌とした舞台と化した。
憎しみも罪悪感もない。それは単にある種にとっては上であり、別の種にとっては生き残るための代償なのです。まるで血が流されたこともなかったかのように、風が草原を吹き抜けた。生存者たちは来た時と同じように静かに暗闇の中に退却した。水たまりは静かになった。乾いて死に染まった大地では痛みなど存在しなかったかのように、脆く耐え忍ぶ生命が続いていく。ナミビアでは生活は静かです。それは時の塵の下に隠れ、大地の割れ目から静かな視線からゆったりとした一歩一歩から立ち上がる。そして一見静まり返った砂漠の真ん中で、心優しい人々は言葉にならない勇気を持って、しかしこの地の風と砂のように揺るぎない決意で旅を続けます。